皆さんこんにちは。こんにちは。リアルな日本語ビデオポッドキャストのお時間です。お時間です。今日はですね、はい。夫婦の会話コーナーを作ろうと思いまして、お、新コーナーでございます。新しいコーナーですね。はい、ちょっと前にもこういった動画出したんですけど、今回は何が違うかというと、もっとゆるいトークをしようかなと思ってもっとゆるいトークで、そうゆるくトークをするっていうね。まあいつも通りですね。そういつも通りのトークを、やっぱりこのリアルな日本語ビデオポッドキャストなので、こちらの番組は、なのでもっと自然な日本語を届けたいということで、夫婦になったのもあるので、夫婦の二人ごとっていう新しいコーナーを作ろうと思いまして。良さそうです。はい。で、私もいつも結構服ちゃんと着てるんですけど、今いつも着てるんだけど、なんか T シャツで、なんか家で撮影してるのもあるから、なんか家で本当に二人が喋ってるような雰囲気で話したいなと。はい。それをお届けしようかなとやっていきましょう。はい。おります。はい。で、実はですね、ちょっと最近ね、頑張って投稿してるじゃないですか。そうね。なんだけど、実はこのポッドキャストを見てくれてる 80% の人が、チャンネル登録をせずに見てることが分かりまして。あら、そうなんですね。そう。なので、もし、まだね、このチャンネル登録してない方がいたら、ぜひ登録していただけたら嬉しいです。嬉しいです。もうね、多分、日本語のポッドキャストとかもそうだけど、YouTube ってたくさんコンテンツあるじゃん。だから多分今日このチャンネルを見つけてくれた方が、次またどのチャンネルか分かんなくなっちゃうと思うので、絶対なる、ですよね。はい。なんでまずチャンネル登録してほしいのと、もしよかったら通知ボタン、そうね、通知、ベルマークみたいなやつかな、そう通知ボタンも押していただけると、お知らせが届きますので、はい、よかったらぜひお願いします。お願いします。お楽しみ。はい。ということで今日もゆるく始めていこうかなと思います。行きましょう。はい。でちょっとね今日ねみんな知ってるかなこれラムネって知ってる？どうなんだろう。ね有名なのかな？どうなんだろう。どうなんでしょうね。これよくさお祭りとかで飲むイメージだよね。そうね、夏祭りで。ちょうど今7月ですけど。そうなの。でスーパーに行ったらラムネが売っていて、まあソーダだよね。そうだね。そう。ダジャレ？いや、そうだ。そうだです。みたい。めっちゃそうだ。そうだです。そうだ。言ってない。意図的じゃないけど。意図的じゃない。はい、そっか。そうだです。そっか、そうだです。はい。ということで、ちょっとこれスーパーに売ってるのを見て、ちょっとなんか懐かしくなって。確かに。あんま大人になって飲まないよね。大人になってから多分飲んだことないかも。なんかペットボトルのソーダ、炭酸水とかは飲むけど、この形は飲まないよね。そう、これさ瓶なんだよね。聞こえるかな？ASMR なんかねこれのペットボトルバージョンもあったんだけど、なんか雰囲気出ないかなと思って。まあ確かにやっぱさなんかラムネは瓶で飲みたいじゃん。それはそうね。子供の頃がそうだったからね。そうと思ってちょっと今日は夏を感じたくもありつつ、ラムネを買ってみた。良さそう。はい、ちょっと開けてみましょうか。開けましょう。はい、今日の商品紹介コーナーはラムネです。ラムネです。はいじゃあ飲んでみよう。はい。よいしょ。なんかねここのラベルを取るみたい。飛んでいきました。飛んでっちゃった。どうすんだっけこれでなんか書いてある、ラムネの上手な開け方。いきますね。ビー玉入ってるのかなこれ。どうでしょうね。入ってる。ありますね。そう、ラムネにはこうビー玉って言って、なんていうの、ガラスの玉そうねが入ってんだよね。はい。それをこの中に入れるんだよね、今から。そうすると飲める。ここから飲めるって感じ。確かに。どうやってやんの？こうか。そう。いい？大丈夫？ ASMR。怖い。できるかな？いくね。はい。ちょっと待ってやんのこれ。ちょっと待って。まずさ、これの改造がいる？
そういうことだ。それね。そうだよ。その見た目は見たことある。それはめっちゃ見たことあるね。間違えた。この形ですね。はい。で、そうね。ここに差し込む。いきますね。ちょっと待って。あら、硬い。結構硬いよ。ちょっとここで、はい。いきますね。えちょっと待って、合ってる？私合ってるな。違うか？いや、合ってる。ちょっともう一回。開かない開かない。ちょっとやってみて。やってみますよ。ちょっと開かないっすよこれ。あ、来た。こぼれた？助けて、こぼれた。あら。離脱。ティッシュください。これなるんですよ。これね。私子供の頃これ飲んでた時も同じことをしてる。多分同じことをしてるんですけど、炭酸の中にさ、こう勢いよくビー玉が落ちるからさ、プシャーってなるんだよね。ちょっとマジでこれ気をつけて、はい。やるとき。ありがとう。ちょっと拭きます。よしは気をつけて。気をつけます。これね、不可避かもしれない。マジ？うん、結構不可避かも。ちょっと床拭きます。床拭いてください。ね、こうやってね、やっていくんですね。いけるでしょうか。はいはい、セッティング完了しましたね。はい、この2つのパーツを使ってここに押していくんですね。うん、結構硬いよ。結構硬い？うん。多分ね、親指無理よ。無理？こうやっていった方がいい。いける？親指。お来た。お上手でー手。上手ですね。こぼさなかったね。乾杯。はい、乾杯。いただきます。いただきます。うん。懐かしいこの味。懐かしい。ラムネだね。うん。懐かしいわ。なんかお祭りみたい。一瞬でなくなるよね、この。うん。なくなる。でもこんな甘かったっけ？いや、甘かったよ。なんかめっちゃこれ砂糖入ってるよね。絶対入ってる、いっぱい。めっちゃ甘い。うん。でもうまいわ。うん。美味しい。なんか夏感じるよね。うん。なんでこれビー玉入ってんだろなんか炭酸をなんかできるのかね。ね、どうなんだろう。なんかでもこのビー玉、ください。はい、ありがとうございます。ビー玉って言うんだよね、この玉のことを。うんうん。確かこのビー玉の B って、うん、B 級品の B だった気がする。なるほど。そう、 A ランクとかね。 A ランク B ランク C ランクの B だった気がする。そうなんや。そう、なんか多分質の悪い B ガラスが余るのかな、わかんないんだけど、なんかそれをこう入れたみたいな説は聞いたことがある。へえ、初めて聞いた。そう、でも遊び心で入れたのかな、なんか意味があるのかちょっとわかんないんだけど、その B 玉の語源は A 級 B 級の B っていう意味らしい。へえ、そうなんだ。っていうのはなんかどっかで聞きました。どっかで聞いた、どっかで聞いた。ちょっと事実とは異なる可能性がありますがかもしれません。はい、はい、気になる方はぜひ調べてみてほしいですね。やっていきましょう。はい。確かに。という感じですね。はい。で、私たちは今から、夜ご飯を食べようかなと思います。そうね、ちょっと裏側というか背景に時間が出てるかもしれない。今夜の10時ね。あらゴールデンタイムに。はい、夜の10時ですに夜ご飯を食べますね。あら。みんな何時に食べるの？普通は。どうなんですかね。7時とか？健康的だね、7時。8時とかかな。子供の頃何時だった？子供の頃10時かな。遅っ。うん。めっちゃ遅いね。そうね。なんで？でも親が帰ってくるのが10時だったから。お腹すかない？その間に。すく。その時どうすんの？
だから夜ご飯2回食べてた時もあった。ああ、なるほどね。なんか6時半と10時食ってた時ある。じゃあ1日に4食食べてたかみたいな。あるあるある。全然ある。あ、そうなんだ。7時から塾、6時半からそこら辺が塾だったから、塾の前に食べるか、塾の終わった後に食べるかの2択。うんうん。そう。でも、なんか2回食ってた時もある。ねえ、塾は何時ぐらいいつも終わってたの？だから10時に終わる。あ、10時に終わってたのね。そう。遅いね。7時半10時だったから2時間半ぐらいだったから。あ、そうなんだ。そう。小学校の時？そう、小学校から中学校。そう。なるほどね。そう。いやもう、10時まで絶対我慢できないなと思ってさ。いや、まあそうね。普通そうだよね。今はできる。なんか今あんまり活動してないからさ、動くことしてないから大丈夫だけど、もう小学生中学生高校生はさ、もうめっちゃ動いてたからさ、確かに絶対10時まで持たない。まあ確かに完食はしてたかな、あね、そっかなるほどね、ということで夜ご飯食べましょうか。はい、何を食べましょうか。今回はケンタッキーでーす。ケンタッキー KFC。 はい行きましょう。こんなジャンキーな時間にジャンキーなものを食べる。はい、こんな時間にジャンキーな食べ物。KFC。ダダーン。ケンタッキーフライドチキンですね。はい、食べましょう。めっちゃなんかヨッシーが食べたいって言ってて、そうね。なんか私別に気が乗らなかったんだけど、あら、なんか行って注文して選んでるうちになんかめっちゃお腹空いてきてあらそう食べたくなっちゃいました。食べましょう。はい、じゃあこっちがチキンかな。そうね、それがチキンっぽいね。はい。でけーん。じゃじゃーん。みんなの国にはケンタッキーあるかな。あるんじゃない？フィリピンにあったよね。フィリピンにある。マクドナルドと同じぐらいありそうだよね。そうだね、絶対ある。じゃあポテト並べますか。なんか昔ちっちゃい頃ケンタッキーって特別な時に食べてたイメージ。特別な時といえば、まあクリスマスとかね。に食べてたイメージ。で私はなんかハンバーガーみたいなのも頼んだ。ねえ、ケンタッキーでハンバーガーってあんま食べない。本当はね、私日本にしかないのかな、和風チキンカツバーガーってあるんだけど。日本にしかなさそうだよね、多分フィリピンにもなかったから日本限定だと思うんだけど、それがめっちゃ好きなの。ケンタッキー行ったらそのセット、いつも買うんだけど、今日はないって言われちゃったの。そうね、売り切れだったね。それだとそう、まあ閉店20分前とかに行ったからね。そうね、確かに。そうなくて、で今回はチーズですね。チーズチキンフリットってやつを買ってみました。美味しそう。あとチョコパイね。チョコパイ食べてください。あとこっちにもチキンが1個あります。あら、はい、いいですね。じゃあ食べましょうか。食べましょう。こんな風に食べていき。じゃあ手を合わせてください。手を合わせていきます。いただきます。いただきます。はい、食べましょうか。小学校で言いますからね。そう、なんか手を合わせてください。いただきますって言ってたよね、みんなで。言う。みんな手合わさったっつって。そう懐かしい。じゃあ食べましょう。ポテトからいただきます。マクドナルドとかモスバーガーとか、いろんな店舗によってポテトって味ちょっと違うじゃん。どこが好きとかある？でもこのケンタッキーのこの太いポテトもめっちゃ好き。あ、そうね、なんか食感もあるし。でもなんか食べたくなるのはやっぱマックのポテトかな。いやー、そうね、確かに。なんかマックのポテトってなんか食べたくなるよね。匂いですかね。かな。なんかケンタッキーのポテトってそんな匂いしなくない？しない。なんかまあするけどそんなしない。こういうタイプも好きです。でも私はハンバーガー食べてみていい？どうぞ。あ、美味しそう。チーズが入ってるよ。悪魔ですね、こんな時間に。めっちゃうまそう。いただきます。
絶対にこぼすんですよね、あなたは。絶対にこぼしますね。いつもこぼしちゃう。100% こぼしますね。うん。いつも気をつけてねってヨッシーに言われるのに、うん、いつもこぼしちゃう。気をつけてってもこぼしちゃう。うん、これ美味しいよ。食べる？うん。めっちゃ美味しい。確かにでもこれこぼれやすいかも。そう、レタスがね。めっちゃ美味しいです。うん。美美味しいよね。うん。これも好き。初めて食べた。でもうん。あのさ、ラップみたいな、なんていうんだっけ、ツイスターみたいな、うんうんうん。あれも美味しいよね。でもあれあんまり頼まないけど、あれも美味しいよね。頼んだことないかも。あ、本当？うん。たまーに頼む。ケンタッキーのハンバーガー初めて食べた。本当に？うん。本当に売ってる？うん。和風チキンカツバーガー今度食べてみてほしい。美味しいの？私は好き。へえ。でもそのケンタッキーのチキンがこのいわゆるケンタッキーのチキンが使われてるわけでしょ。これはね。それね。だからそれ美味しいよね。うん。でも和風チキンカツバーガーのチキンはちょっと違うかも。あ、そうなの？うん。昔からあったハンバーガー。あったあった。あ、そう。うん。美味しい。うん。チキン食べよう。うん。なんかいろんなパーツがあるよね。そうね、部位によって。うん。大きい。でかいやつです。うん。うまい。うん。前いつ食べたかな、ケンタッキー。あれ、去年のクリスマスってケンタッキー食べたっけ？食べたね。食べてないっけ？クリスマスっていつもケンタッキー食べたいけど、なんか2週間前にもう売り切れてるじゃん。だからなんかちょっとずらして食べた気がする。そうなんかさ、日本ってさ、クリスマスにさケンタッキーをさ、なんかみんな結構食べる文化あるよね。なんかそれ日本だけじゃないとか、アメリカもそうだと思ってたらさ、日本だけらしいね。えアメリカの文化じゃないのってめっちゃ思った、それ知った時。日本のがめっちゃマーケティングされてるね。クリスマスはケンタッキーを食べようみたいな。もうさ、その時期になったらさ CM とかさめっちゃすごいよね。めっちゃすごい。ケンタッキーの CM。 カーネル・サンダースがサンタクロースに見えてくるから、ね、あ、でもそんな感じじゃない？なんかいや、そんな感じそんな感じする。そうそうそう。なんか昔からそうだよね、子供の時から。もっと前からかもね。そうね、何ですかね、あの文化は誰が流行らしたんだろう。でもまあ CM とかで流行らしたのかな。バーレルチキンね。バケツのチキンでね。そう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 。でも私の家族さ、お父さんもお肉をあんまり食べない、てか一切食べない、し、私おじいちゃんとおばあちゃんと住んでたんだけど、おばあちゃんもお肉嫌いで食べない、おじいちゃんはまあ食べれるけどって感じだったからさ、なんかケンタッキーをこう食べる文化があんまりなくて、そうそうそう。だからなんか、ねなんか大人になってこうめっちゃ食べたかった。あね。そう食べるのが夢やったんや。夢やった。ずっと子供の時に、クリスマスにケンタッキーを食べるっていうことをしてみたいってめっちゃ思ってた。クリスマスってもともと日本の文化じゃないじゃん。だからなんかお父さんもなんかクリスマスとかあんまりなんか祝うタイプじゃない、なんなら私の誕生日ですら忘れるみたいなさ感じ、クリスマスにケンタッキーを食べるとか、あんまなかったんだよね。なるほどね。そうだから結構憧れがあったんや。そう大人になったからさもうさできるよね。好き放題食べれる。好き放題ですよ。新しいドリンクを飲ませていただきます。お、ハイボール？ハイボールですね。いいね。よっ。
はい。聞かせてる？聞かせてる。そうだよね、確かに確かに。クリスマス、そうか。正月は、でもなんかそういうのあったの？なんかお正月はなんか気合入ってたね。でも正月以外のイベントはあんまないか。なんかハロウィンとか。ないハロウィンって英語の教室に行ってた時に、なんかハロウィンのイベントそこであったみたいな感じ。ああ、お菓子ね、とかね。じゃあまあクリスマスとあれはなんか例えば七夕とか、あとおひな様を飾る時期とか、3月3日？あ、そう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 。ね、それもあったかな？あんまりなんかあんまりなかったかもしれない。あったっけな。なんかまあ赤飯、はいはいはい、赤いご飯をなんかよくばあちゃん作ってたかもしれない、おひなさんの時は。なるほどね。あとは小学校とかそういうのあるじゃん。なんかそこで体験してたかな。あんまり家でなんかそれをやるっていう文化はあんまなかった気がする。お正月はなんかお餅、なんか自分で作ったりとかしてたけど、おせち作ったりとかしてたけど、それ以外はないかな、ほぼ。なるほどね。じゃあ確かにそういうイベントごとはやっていこう。じゃあこれからやっていこう。はい、いっぱいやりましょう。はい。でも今年夏祭りに行きたくない？ね。ある。まあでも家の近くでもあるし、花火大会はね、なんかもうやってる？なんかやってたか、この間ね。大きいのもやってるし、花火大会も行きたいし。なんか行きたいと思うんだけどさ、人がすごいじゃん。まあそうね、そりゃそうだよ。っていうのと車めっちゃ混むじゃん。それを考えると行きたくなくなっちゃうんだよね。まあそうね、ちょっとね、暑いしね、疲れるし、混むし、出れないし。確かに、なんか家の近く歩いて行けるところがいいかもね。そうだね。なんかさ、沖縄ってエイサーみたいな、エイサー祭りみたいなありそうじゃない？ある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 。あるよね、絶対。結構やってると思う。でもなんかエイサーの人らは見たことあるけど、踊ってるところをまだ見たことないよね。あ、ちゃんとね。そう、ちゃんと。確かにちゃんと踊ってるのはあんま見たことないかも。見たことない。エイサー終わったんだとか、なんか格好してる人がいるぐらいは見たことあるけど、あ、今からエイサーなんだなとかね。あ、そう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 。なんかその演舞を見たことない。子供の頃近所の公園で盆踊りさせられてたよね。させられてなかった？まあさせられ、まあまあなんか踊ってたからその輪に入ったみたいなのもあるし、なんか私あんま踊りたくなかったのに、あ、そうなんだ。なんか踊らされてた気がする。踊らされてた？盆踊りに踊らされてた。近所のおばちゃんとかがなんか気合い入れて踊ってるやん。あ、そうね。浴衣着てね。そうそうそう、入りなさいって言われるからおばちゃんに囲まれて踊ってたよね。それはあるかも。あね。そうか。なんか夏を体験したいですね、今年も。めっちゃ夏を体験できる場所にいるから夏アクティビティですね。あ、海行きたいよね。海ね、もう秒で行けるけど。いや、すぐそこなんだけどね。なんかマリンアクティビティでしょ、いわゆる。そう、なんかバナナボート乗るとか、サップするとか、サップしたことないからサップしてみたいし、そういうのやりたい。今年はね。確かにサップ良さそう。サップ一回やったな、確か友達と。なんかのんびりできて良さそう。いや、めっちゃのんびりできる。だよね。そう、なんかサップってなんかでかいサーフィンの板みたいなとこに乗ってやるんだけど、なんかそこで横になりながらただ流れていくみたいなのもなんか友達とやってた。いいね。そう、気づいたらなんか全然遠いとこいたから危ない危ない。そういうのやったらけど、そういうの入れたい。なんかそういうのするとデジタルデトックスになるから、いや、そうね。だいぶリフレッシュする。もう多分24時間のうち寝てる時間以外ずっと多分パソコンかスマホ見てるから、もうデジタルデトックスしたよね。した方がいいよ。もともと人間そんなデジタルに触れれるような生き物じゃないから。確かに、自然に帰らないといけない。いいね、今年はそれやりましょう。楽しみ。やっていきましょう。もう8月後半なんかお友達とね、さっき予定立てたね。
お友達の私たちとあと2人お友達がいて、その子たちとどっか行こうっていうで日程だけ決めたね。そうそうよかった、大人になってそういうお友達ができて。本当にそうなんか大人って友達作るのむずくない？むずいね。みんなはどうなんだろう、難しくないのかな。文化によるか国とか。いやでもむずいと思うよ、他の国でも。そう、どの国でもいやそうだよね。大人って利害が発生しない、なんかそういうさ、この人と関わって自分に利益があるのかみたいな考え始めるやん。まあだってそうだよね。だってさ普通仕事しててさ、まあ平日は疲れてるわけじゃん。そうだね。で土日は自分のために使いたいってなった時に、あえてその時間友達と会うのかみたいなさ、なった時にそれでも会いたいと思う友達。そうだね。で結構貴重じゃない？いや結構貴重よそうあとそれをお互いが認識しないとダメだから。そう片方が思っててもね、そう思うすごい、だからその私たちと共通の2人のお友達は大人になってから知り合った友達なんだけど、多分何回か旅行一緒に行ったりとか、この前も北海道行ったりとかね、大阪行ったりとか確かにそうしてて、みんなフリーランスなんだよね。そうだね、なんか自由に働いてる人たちだね。そうだから予定も立てやすいし、今回のさ8月予定とかもさ、私たち全然どこでも大丈夫みたいなそうだね、確かにそうって感じで決めれて、なんかストレスもないし、あとみんな大人だから、なんかいいよね。そうね、そうなんかわがままな人いないじゃん。まあそうね、確かにそういう人とは友達にならないかもしれない。いやそう、なんかだからすごく居心地もいいし、とても貴重な友達だなってめっちゃ思う。大事ですね、友達は。そうなの。でも意外となんかちゃんとこうなれるんだなって思った、友達に。なるほどね。そうなれないっていうか、なんだろう、大人になったらさ、あえて作るみたいなさ、どっかに行ってつながるみたいなことしないとできないじゃん。だからあの二人とはさ結構自然につながったよね。そうね、でも仕事じゃない？つながりは一番最初はそうだ、仕事だ。仕事でつながって、なんか仕事以外でも会うようになって友達になるみたいな感じ。ね、そうだね、仕事はあるね。なんか社会人で友達になる方法は仕事でつながるとかじゃない？そうだね、仕事でつながって。ありがとう。これジンジャーエール。ジンジャーエールですでもなんか仕事なんだけどなんだろう、同じ職場だったのはそのもう一人の子だけなんだけど、なんかあとはこう、バラバラ、だからさ、なんかそれも良かったよね。そうね、確かに。まあ仕事同じ会社でもないし、でもちょっと仕事してた。まあそうだよね、取引先みたいな。そうだから週に1回ミーティングするぐらいで、なんかそうで、なんていうの、お互いこうちゃんと尊敬し合えるじゃないけど、尊重し合える関係性だった。それが上司と部下とかじゃなくて、まあすみかちゃんってこのポッドキャストにも最初の方に出てくれてる子なんだけど、まあなんかインターンで私が社員でみたいな、上司と部下みたいな感じだったけど、なんかその垣根をめっちゃ超えてきてくれたから。確かにそうだね。そう確かにそれもありがたかったよね。だから友達になれたと思う。そうだね。あとはなんか辞めるタイミングも似てたんじゃないの？そう、私が辞めるって言って辞めてくれただってそもそもすみかちゃんと出会ったのもちょっと前のポッドキャストで似たような話をしてる可能性が高いが、辞める何ヶ月前に出会ったの？辞める2ヶ月前3ヶ月前かなに出会ったよね。そう入ってきたんや。すみかちゃんが入ってきたんや。そう、私一人の部署で入ってきた。一人の部署ってまたすごい。なるほどね。そうで、入ってきたって思って、でも私その時辞める決意はもうしてたし上司と交渉中だったからさ、いつ辞めるかのね。でまあ決まって、辞める日が決まって、ちょっとごめんねみたいな、辞めることになってみたいな。
みたいなそれはそうだわ。そうそれはそうだ。志保さん辞めるんですかみたいになって、私次のビジネスを立ち上げようと思ってたから、その時にはね、起業みたいなね。そう起業したいって思ってたから、なんか何するんですかみたいな話した時に、こんなことしようと思ってるって言ったら、なんかすごく興味を持ってくれて、そのことに、でなんかね、そっからなんか一緒にいろいろ考えるようになって、その新しいビジネスのことをね。そうそれでいつの間にか辞めてた、すみかちゃんは辞めさせてたやん。辞めさせてたか気づいたらな。そうなの。でもなんか他のメンバーでね、今の授業、このまさに日本語の授業は前職ので一緒に働いてた人が多いよね。関わってくれてる人ね。今教科書のね、アプリケーションも作ってるけど、教科書の中身に関しては、もちろん私もやってるんだけど、その前にすみかちゃんと入れ違いっていたインターンの子がもう一人いて、そのまいちゃんっていうんだけど、まいちゃんってこの後にすみかちゃん来たから、まいちゃんとすみかちゃんは一緒に働いたことはないんだけど、私はその2人とも働いたことがあって、でそのまいちゃんって子はもともと英語の先生だったの。ポッドキャスト出てる、インタビューしてる、前にね、そうオンラインでね、オンラインでインタビューさせてもらってたんだけど、そうそれで前職で一緒に働いてた、同じ部署じゃなかったんだけど、違う部署だったんだけど仲良くしてる、年も1個差とかですごい近いから、そう仲良くしてて、なんか価値観も合う、すごく、考え方価値観もすごくなんか分かるみたいなめっちゃいいじゃん。そうでもじゃあなんか結構前職はいい人とは出会えたみたいな。そうだね、いい人に出会えた。もともとさ、私が前いた会社もさ、フィリピンだったじゃん。フィリピンのセブ島でしょ、日本人で20代で、女の子でセブ島に来るってなかなかさ、それはそう価値観似てるじゃん、そもそもそこの時点で。いやね、ちょっと変わった人しか来ない、ね。変わってはいるよね、リスキーだもんね。そう、リスクを背負って来たみたいなところの共通点もあるし、英語勉強したいっていうさ、言語を勉強したいって気持ちも似てるわけじゃん。そもそも価値観が合ってる人との環境だったから、なんかその上でさらに価値観が合ってたから、そうだから仲良くなれたよね。なるほどね。そう確かにで、まいちゃんとはめっちゃ友達、私も別の部署だったし、上司でも部下でも関係性じゃなかったから、めっちゃ友達で、なんか週末に普通にカフェ行ったりとか、そうなんや。滝に遊びに行ったりとか、島に遊びに行ったりとか、普通に友達として遊んだりとかしたんだけど、そうまいちゃんがね先に辞めることになったの。あら、そう私よりも前にまいちゃんが辞めること、日本に帰ることになって、でその後は何ヶ月間か多分そんなに私もフィリピンにいたから、会ったりできなかったんだけど、ちょこちょこ連絡取り合ってて、何してるのかなみたいな、そうってな感じで、私のやってることやりたいこととかもその時から伝えてて、であるタイミングでそう私が日本語教師やってたから、まいちゃんも絶対向いてると思ってたのね。だって英語もさ喋れるわけだし。そうね、先生やってたんだよね。そう、英語の塾の先生すごいやってたから、そもそも教えるってことが向いてるっていうかさ、経験もあるしね、と思ったから、やってみたらみたいな感じで言ったら、めきめきと伸びていってさ、すごいそうすごいね。それで私が教科書を作りたいみたいな、もともと作ってたのがあったんだけど、それだけじゃなくて、もっとプラスアルファでいろんなことが学べるような教科書を作りたいと思った時に相談したら、てかね、まいちゃんを口説きに行ったんだよね。そうなの？その時まいちゃんは福岡に住んでたんだよね。ですみかちゃん今相棒だよね、一緒にビジネスやってることを一緒に福岡に行って、まいちゃんその頃前の私たちが一緒に働いた仕事の後に別の仕事をやってたんだけど、そこ辞めたタイミングだったんだよね。で、次これから何しようみたいな感じ、だった時にちょっと一緒に教科書作ってほしいって言って、一緒にチームに加わってくれて。あら、一緒に働いてるわけや。今は一緒に働いてる。すごい。そうなのなんかご縁ですね。いろんな巡り合わせで
今があるみたいな。本当にそう思うね。だってフィリピンに行かなければ舞ちゃんにもすみかちゃんにも会ってないわけだし。会ってない。しかもあのタイミングで行ってないと会えてないでしょそれはそう。やばいよね、そう考えたらさ。そう確かによかったね。いやフィリピン行っといてよかった。あの時に決断してよかった。確かに。し、私ずっとやめたいって言ってたんだけど、結局1年半ぐらい働いたんだけどさ、例えば最初の半年で辞めて帰ってたらそうなってないじゃん。だから全てはタイミングだなって思って。確かに。それはそうだわ。みたいなね。いろんなご縁ですね。そうですね。最近はワールドカップがありましたね。見てますか？全然見てない。見た？日本戦はさすがに。日本戦も見てないですか？ハイライトしか見てない。ハイライトね。確かに1分のハイライトでだいぶわかるね。今日は7月何日だ？14日 ?14 日ぐらいかな、なんか今あれか、今日時点だとアルゼンチンが決勝に行ってて、フランスとスペインが準決勝をやってる。まあ明日やるのかな。でその勝者が、決勝に進んで、まああれですね、優勝が決まるみたいな感じだから、まあ残り何試合2試合ぐらいか。そうもうちょっとで決まるんだ。もうちょっとで決まる。まあ多分フランスとアルゼンチンが決勝に行くでしょうね。あ、そうなの？いや知らんけど。わかんないけどね。多分。すごいね、フランスすごいね。フランス強いからね。強いね。アルゼンチンにさ、さっきさ、メッシがいるってことにそう知ってさ、メッシってまだ現役なのと思って。じゃんじゃん活躍してるよ、今年のワールドカップ。すごくない？しかも点も入れてるんでしょ、いっぱい。たくさん、もちろん。すごくない？スーパースターすぎる。めっちゃ入れてる。何歳なの？40歳ぐらいかな。近いんじゃない？だってメッシってめっちゃ昔からいるよね。めっちゃ昔からいる。多分10代から注目されてた。普段はヨーロッパのチームどこにいるの？わかんないけど、ヨーロッパかもね。わかんないけど。でも今年のワールドカップで結構そういうレジェンド的な人が引退を表明しているはず。そうなんだ。なんかクリスチャー・ロナウドとかも多分出てた。出てたの？多分出てた。出てて引退表明したはずかな。あ、そう。じゃあ見れるの最後のワールドカップで。そうだね。あとフランスだとエムベペいやちょっと発音違うかもしれないけどなんかそういう有名なサッカーの選手いたりとか、でも他にも多分いろんなレジェンドの選手。あ、そうなんだ。まあ日本だと長友佑都選手も出てる。あの人も何歳だ？ 40 歳ぐらい？超えてる？何が？超えてないか。超えてないぐらいか。分からん。40近い、40ぐらいな気が。でも40超えてる、ワンチャン超えてるかも。すごいね。そうだって解説で本田圭佑がびっくりしてたもんね。一番びっくりしてたよ、多分本田圭佑が。本田圭佑はさすがみんな知ってんのかな？まあ人によるかもね。サッカー好きだったら知ってるかもね。私あんまりサッカー詳しくないけど本田圭佑は知ってるよ、ちゃんと。まあ日本人だからまあね。そうね。今回のワールドカップのなんか日本の試合とかは、本田圭佑が解説実況みたいなしてたね。それが結構話題。なんか前回のワールドカップ、で多分かなり跳ねて、今回も跳ねてみたいな感じですね。SNS でめっちゃ切り取られてバズってるよね。めっちゃ切り取られてた。まあ、関西の人だから面白いよね、なんか話の仕方もさ。そうね。あとツッコミどころもさ、面白いよね。あとなんかあの人アナウンサーじゃないから、確かになんかその常識が外れている。確かに擬音がめっちゃ多いよね。そうなんか今までの人だったらこういうスタンスで発言するみたいなのあるけど、あの人は一サッカープレイヤーでもあり一監督でもあったから、そういう視点で無邪気に話すみたいな。確かになんか普通の関西人のツッコミ見てる感じだよね。いやそう本当にそうだからバズったんだろうね。なんかそういう人が今までにいなかったかな。いないよね。いない。確かに。あとなんかああいう振る舞いをできる人は一定の成果を出している人だから。まあ確かにね。何者でもない人があれやってたらなんじゃこれってなるけど、逆に叩かれちゃう。叩かれるけど本田圭佑ならいいかってなってる。それはそうかもしれない。みんななってる。
なるほどね。お本田圭佑さんのその解説が面白いっていうのは知ってた。あね。そうネット民やん。そうだからネットでしか情報を知らない。そういうことね。うん。なんかそうだね。日本最後どこに負けちゃったの？あ、ブラジルか。そう、ブラジル。さすがに勝てないよね、ブラジルには。でもなんかちょっと前の親善試合か何かでブラジルになんか確か勝ったんだよな。そう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 、勝ったからなんかその勢いだったら勝てるかもみたいなのあったから、じゃあいいとこまで行ったんだ、日本も。結構そういいとこ、ワンチャン勝てた可能性は全然ある。すごくない？で準決勝4カ国いたんだけど、全てが優勝経験があった国らしい。すごっ。ワールドカップめっちゃ強いじゃん全員。そりゃそうだよね。そりゃそうだよね。まあまあそうだよね。もうさ、なんか見てると体格も全然違うもんね。そうね、身長差があるね。確かにオランダとさ日本の時さめっちゃ全然さ、体格が違いすぎて、オランダって世界一高いんだっけ？分からん。なんか確かそうじゃなかったっけ？あ、そうなんや。身長高い人めっちゃ多いみたいな。平均身長？そう。へえ。女性も175とか平均が。高いね。男性も185とか。あ、そうなんや。平均がね。そうそうそうみたいな話をそれこそオランダの生徒さんと話してて。あ、そうなんや。そう。みんな背高いって言ってた。でもオランダには勝った？違うか、一体同点か。オランダとは同点だったか、日本。あ、そっか。ちょっとチョコパイ食べてみたいかも。どうぞ食べてください。初めて食べるケンタッキーのチョコパイ。今まではマックか。マック三角チョコパイね。じゃじゃん。チョコパイです。美味しそう。ね、三角チョコパイ冬しかないの。あ、そうなんだ。そう。いただきます。どうぞ。美味しい？めっちゃ美味しい？あら。これだけ買いに行きたいぐらい美味しい。めっちゃ美味しいよ。食べる？冬になったらさ、マックの三角チョコパイ絶対食べる。一回は。そんなに美味しいの？大好き。日本だけかな、三角チョコパイ。そうじゃない？日本だけなのかな。めっちゃ美味しいよ。食べてみてほしい。でも冬に行かないとない。なんかいろんな味出るんだけど、なんかオレオの味とか、あとなんだろうね、なんか白いホワイトチョコとかも、やっぱこの黒い、そのチョコのやつが一番美味しい。そんなに？めっちゃ美味しい。なんか前にお餅かな、みたらし味みたいなのがあったんだけど、それもめっちゃ美味しかった。それ今食べてるやつと三角チョコパイ味違うの？なんかほぼ一緒かも。同じ段階。でもなんか食べやすいこれ。三角形じゃないから。ケンタッキーのこれも美味しい。よかった、美味しそうなやつが見つかって。美味しい。いいですね。そういえばあれだ、明日も撮影だね、ポッドキャストの。そうだね。明日はちょっとお買い物行こうかと思ってんだよね。お買い物ポッドキャスト。そう外出。初めて外で撮るの？そんなことないか。けいこさんっていう人と前に撮ったことある、外でね。そういうことね。そうあとドライブトークした。まああれははいはい。あれは結構再生数が伸びてました？なんか結構好評でしたね。あの動画がきっかけで、チャンネル登録してくれた人結構多かった。なんか移動してるのがいいかな、いいのかな。あと一人でずっと喋ってたから、ほか会話になって、多分より自然になったし、
やっぱやりとりが面白いじゃん、その会話って。確かに確かに。それもあるかも。ゆえにじゃあこの動画もいい感じになる可能性があるということですかね。なんかいいな。うん。そしてヨッシーはもうすぐ日本語教師デビューじゃない？そうですね。うん。今月かな。うんうんうん。来週ぐらいには多分うんうんうん。デビューですね。うん。どうですか？楽しみ？ね、ちょっとまだデビューしてないので、うん。わかんないけど楽しみですね。うん。うん。うんうん。でも日本語を勉強しようと思ってくれてるうん。生徒さん、海外の生徒さんはみんなね、いい人。うーん。日本のことは好きだし、うんうん。日本のカルチャーのことも、うんまあ、興味津々な方が多いし、うんうん。すごいなんかいい人しかいない。へえ。素敵な方ばっかり、私の生徒さん。うーん。うん。まあそうだよね。日本のものに興味があって。うん。あとやっぱり言語の勉強ってさ、うん。普通に大変じゃん。うん。それを頑張れる人たちだから、うんうん。なんかそのちゃんと続けてくれるし、うん、自分で勉強とかもしてくれるし、うん、なんかそこが普通に人としてすごいなって思う、生徒さん見てても。確かに確かに。だって言語って努力じゃん。うん、まあそれはそうだ。うんうん。それを続けてくれて、その私の生徒さんでもエストニアに住んでる生徒さん、エストニア。うん、へえ。いるんだけど、毎日漢字の勉強してたりとか。エストニアで漢字の勉強。そうすごっ。で記録も取ってくれる、こんな勉強しましたっていうのを教えてくれたりとかして、へえ。その漢字についてこう話したりとか、うん。こういう意味で使ってるよとか、うんうん。質問されたことに対して答えたりとかしてるんだけど、うん。すごいなって思う、普通にうん。毎日続けていてすごいなって、うん。人としてすごい。確かに確かに。エストニアから見た時の日本語なんてわけわかんないからな。そうだよね。漢字なんてむずすぎるからな。うん。確かに。その人はちゃんと日本語力が伸びてきてるの？結構伸びてきてる。へえ。最初は結構英語も使いながらうんうん。レッスンしてたんだけど、うんうん。今多分オール日本語でいける。すごしかも漢字もいっぱい読めるようになったから、あらすごいね。だからそのインプット量も増えてるよね。うんうんうん、うん、そうそうそうだからすごい伸びてる。よかった。1年ぐらい続けてくれてる。1年もやってるんや。うん。それは伸びるな。うん。そうそう。なるほどね。すごいなーって思う、いつも。努力できて。どれくらいレッスンしてんのその人は？週に1回だから月に4回。そっか、うん、週に1回を1年やってるんや。うん。すごいね。すごいよ。仕事も忙しい中でもね、ちゃんと続けてさ。うんうんうん。その人の夢はあるの？まあでも日本、この前日本旅行に来てた。あ、そうなんだ。うん。友達3人ぐらいかなと来てて、うん、そうそう、また行きたいって言ってたね。勉強した日本語は使えたのかな？なんか使ってたみたい。あ、そうなんや。日本人の人と会話したりとか注文したりとか。うん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 。そう、なんか予約の手伝いとかもしてあげてた、ホテルの。あ、そうなんだ。そうそうそう。やっぱホテルのサイトとか難しいじゃん。まあまあ確かに。うん。なんか旅館のホテルのなんか予約の手伝いしてあげた。へえ、旅館に泊まったんや。まあそりゃそうか。そう、素敵な旅館だったよ。どこの？岐阜だったかな。岐阜。うん。あそこのなんだっけ、岐阜の観光名所だと白川郷。その辺だったと思う。へえ、だいぶ田舎のとこにいたんだね。私たちからしたらそうだよね。めっちゃ田舎。まあでも観光、まあね、あそこは有名だよね、白川郷は。うん。でもすごいよね、なんか結構アクセスが悪いじゃん。そうだね。よくはないじゃん。そうだね。だから行くのすごいよね。まあ確かに。でも日本に来たからには行きたいんでしょうね。そう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 。やっぱでもそういうところが一番日本感じられる。私もなんかそういう場所の方が好きだしおすすめしたいと思う。うんうん、うん。なんか東京とか大阪もいいけど、うん、なんかより日本を感じられる。まあそうね、ローカルがね、うん、一番そりゃそうだよ。あとやっぱ日本って自然が綺麗じゃん。そうだね。海もそうだけど川とか山とかさ、うんうんうん、あの辺やっぱ岐阜とかあの辺いいよね。だからそうね、確かに空気が美味しいし、うん、水も綺麗だし。そうそうそう。確かに。でもいいね、そういう日本に
旅行しに来てくれるのはね。いや嬉しいね、そう多分私の生徒さんほぼ 100% 日本に旅行に来てる。そうほぼ 100% すご。日本に住んでる生徒さんもいるからだけど、ほぼ 100% 今私が持ってる生徒さん全員来てるね。日本に来た時に実際に会ったことある生徒さんはまだいないの？いないんだよね実は。いないんだ。まだいなくて、なんかそういうイベントやりたいなと思う。確かに、日本にね来た時にね。そうなんかみんなその観光名所だけ行って終わりとかじゃなくて、なんか歴史とかさ、文化についても知って、より深く知ってもらえたら、面白いなと思うから、そういうのをやってみたいなってイベントとしてね、だから私そう今ことむすびでさ、ことむすびって今日本語のブランドをやってるけど、そこでこうコミュニティ、学習者コミュニティとか作ったりとかして、そういうのちょっとね、集まれる人いたらここでやってみるみたいな、やってみたいなって将来的に思ってます。良さそう。日本に集めてね。そういいですね、楽しそうでございます。そんな感じで、すごいポテト全部食べちゃった。ポテトなくなりました。なんかめっちゃお腹いっぱいになってきたね。いいですね、まだいけるの？まあ全然食べれる。後で食べましょうか。はいという感じですね。なんか1時間ぐらい結構喋ってましたね。そうか。そうみたいです。あらすごいですね。じゃあ今日はこの辺でやりましょうか。ぜひまだチャンネル登録してない方と、通知マークですね、押してない方は、ぜひ押しておいていただけると嬉しいです。嬉しいです。どうでしたか皆さん、このコーナー。どうだったんでしょうか。ね、夫婦の二人ごとっていうテーマで、トピック、コーナーか、でやらさせてもらったんですけど、パジャマっぽい感じで、ゆるくフリーに話したいなと、これからも思っております。話していきましょう。なんか2人でこれからいろんなコーナー、なんか出かけてみたりとかしようかなと思うんですけど、これもね1個のレギュラー番組化したいなと。そうね、確かに思っております。皆さんどれぐらい見てくれるかによりますが。そうですね、続くかどうか。やっぱ動画のモチベーションってさ、やっぱ再生数とか出るじゃん。そうだね。だからなんかこの動画ダメだったかとかさ、結構頑張って編集したんだけどなとかさ、やっぱあるじゃん。あるね。やっぱ皆さん見てくれてることも嬉しいですし、高評価とかね、ハイプ送ってくれたりとかするのも、めちゃくちゃ実はモチベーションになっておりますので、ぜひ押していただけると嬉しいです。嬉しいです。ということで今日もありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた次回のエピソードでお会いしましょう。またねー。